テレワークです。今回は、うつの病理を、空想してみたというテーマで、お話をしたいと思います。前回までにですね、多くの精神疾患は、本能的な危機回避行動ではないかということを、お話をしまして、その中のうつは冬眠ということと、関係しているんではないかということをお話ししました。で、今回は各論ということで、うつと冬眠というところで、お話を進めていきたいと思います。まずは、お勉強ということで、睡眠と冬眠についてお話をしたいと思います。まず睡眠についてですが、鳥類、哺乳類の睡眠には、レム睡眠とノンレム睡眠とがあります。レム睡眠というのは眼球運動を伴う、夢を見ている比較的浅い睡眠ですね。ノンレム睡眠は、その夢を見ていない方の睡眠ですね。で、そのノンレム睡眠では、呼吸や心拍が落ち着き、徐波が観測される、脳の休息ではないかと言われています。骨格筋は緊張しており、寝返りなどの運動が見られます。深いノンレム睡眠では、嫌な記憶の消去が行われます。これはちょっと今回大きなポイントになってきます。それから、レム睡眠では、脈や呼吸が乱れていて、鮮明な夢を見ています。骨格筋の緊張消失や高温性の低下が見られます。体が休んでいるのはレム睡眠ではないかということが言われています。で、ノンレム睡眠の徐波を促す作用がある。なんでレム睡眠っていうものが必要なのっていう、ことを研究された方が、いらっしゃいまして、ノンレム睡眠の中の徐波、ゆっくりとした脳波を、作り出す作用を、それを促すためにレム睡眠があるんではないかという学説ですね。で、レム睡眠とノンレム睡眠を交互に繰り返すのは、発達した大脳を維持して、骨格筋のメンテナンスをするためのものである。発達的にですね、その両生類とか爬虫類とかっていうのは、レム睡眠、ノンレム睡眠ということがなくて、がっつりただ眠っているだけという単純な睡眠をしている。でそれに対して脳みそがだんだん発達していく動物は、この睡眠のフェーズを切り替えることでですね、脳を休ませたり体を休ませたりとかっていう、複雑な動きを行って、自分自身をメンテナンスしているということのようです。次は、冬眠についての、お勉強です。冬眠ですけども、冬眠は、魚類や両生類には見られ、動物の進化の歴史の中でも古くから獲得された能力の一つである。ヤマネやハムスター、小さいネズミみたいな、動物の冬眠では、睡眠ではなく大眠状態であり、冬眠中の睡眠不足を補うために定期的にノンレム睡眠が、起きています。哺乳類は冬眠をしますけども、我々が想像するようながっつり眠って動きませんよみたいな状態ではなくて、実はその動かないだけで寝てないんじゃないかっていうのが、分かってきました。それで、無気力でうとうとしている状態と浅いノンレム睡眠を繰り返して冬が過ぎ去るのを待つっていう、冬眠独特の睡眠層っていうのを持っていて、それが、冬眠から覚めるとレム睡眠とノンレム睡眠のその交互に現れる普通の睡眠に戻るんだけれども、冬眠中は、無気力でうとうとしているっていうことのようです。
さらに熊ですけども、熊も冬眠をしますが、こちらも断眠状態、寝てないっていう状態で、無気力なうとうと状態でですね、出産や育児を行っているそうです。子供を産んだり、赤ちゃんの熊に、ミルクを与えたりっていうことを、冬眠中に行っているので、もうこれはもうはっきりと寝てないですね。うとうとしながらそれをやっているっていうのが熊の冬眠のようです。なんで、うとうと状態で寝ないのかというと、おそらくですけど、その魚類とか、両生類とかのような冬眠を、哺乳動物に行わせたら、脳が死んじゃうのかなという。なんか30度を、下回ると人間の、生命活動って維持できなくて死んでしまうらしいんですけども、死なないように冬眠するっていうことを目指したところ、寝ないでうとうとしていくっていうところにたどり着いたのかなというところですね。はい、それでは、うつの病理を空想するということで、本題に入っていきたいと思います。何らかの理由で、その心的なダメージ、もうなんか落ち込むようなこと、それもひどい落ち込みを指す、引き起こすようなことが、身の回りに起きて、場合によっては複数の不運が重なって、そのダメージがですね、意識を乗り越え、無意識に到達し、その脳幹に到達すると、脳幹が反応してっていう、お話を、前回までにさせていただきました。で、冬眠を、してるんではないかっていうのは、全くの空想なんですけども、そこに関わっていると思われるものがありまして、何かというと、セレトニンの活動を制御する、外側手綱核っていう脳領域があるそうです。これは、動物が不快な状況や予想より悪い状況に陥ると活性化されるっていうことが、分かっています。その、外側手綱核が、レム睡眠も制御しているっていうことで、何かしらその悪い状況が起こった時に、冬眠に導くっていうその犯人というと変ですけど、そこに主体的に関わっているのが、外側手綱核っていうところじゃないかなというふうに、推測をしています。で、この、脳幹が反応して、冬眠状態に導かれると、脳内物質的にはですね、セレトニンの、分泌が、少なくなり、メラトニンも、生成されなくなり、ノルアドレナリンも、少なくなって、気力がない、やる気がない、食欲もない、睡眠もうまく取れないっていうことで、無気力で眠るでもなくうとうとした状態に、なるのかなというふうに思います。これを指して私は冬眠というふうに思ってるんです。で、もう一つ起きることは、通常の睡眠の波形がですね、ガラリと変わって、左側の、絵が、通常の睡眠なんですけども、緑の部分、深いノンレム睡眠っていうのが取れなくなって、嫌な記憶を消去することができなくなる。で、その右側の絵にあるような、割と単調で、一個一個の波が大きい、うつ病患者が持っているその睡眠パターンみたいなものに、移行をしていく。で、これが起きると、頭の中がですね、過去の後悔とか将来の不安とかで、埋め尽くされていって、もう頭がいっぱいになっていくっていうところが、うつ病の大きなポイントなのかなというふうに思っています。
加えて、レム睡眠とノンレム睡眠の入れ替わりのリズムが崩れることで、体の痛みを感じるようになる。体のあちこちが痛い、腰が痛い、肩が痛いっていう風に、それも今までと違うように痛いっていうのを訴えられるのは、うつ病の方の特徴的な、事象の一つですね。で、心の中で、こういうものが、重なって何が起きるかというと、左側見ていただくと、脳内物質の変化によって気力ややる気が失われ、食欲がなくなり、睡眠も、おぼつかなくなりっていうところで、その、反対にですね、こうなりたい自分とかあるべき自分、今大事な仕事を任されてすごい重要な時期なんですとか、受験を控えてるんですとか、そういう時に、やる気がない状態の自分っていうのになったら困るんですけど、まさしくそういうところで葛藤が起きる。これに加えて、思考が嫌なことで飽和していく、将来に対する悲観とかですね、この仕事やってても意味ないんじゃないかとか、どうせ失敗するんじゃないかとか、嫌な思考で飽和していくと、もう本当にいっぱいいっぱいになって、最終的に下にあるような、自責とか悲観、自信喪失、疲れ、絶望、起死燃料といったものに襲われて、重症化していくのかなというふうに考えています。このプロセスを図式化したものが、こちらなんですけども、最初発症して、発症した時点では緩やかなカーブで、起きていることは、気力ややる気、食欲、睡眠というところに、影響が出て、頭の中はそれほどその不幸なことで充満してないので、なんとなくモヤモヤしてすっきりしないっていうところから始まるのかなと。で、当然ですが、そこに今なりたい自分、あるべき自分っていうものが、衝突をして、だんだん辛くしんどくなっていくっていうのが最初の、フェーズではないかと。でこれを抵抗期というふうに、思っていまして、会社員ですと、会社には来れているような状態で、それ外から見ると、もしかしたら昼休みとかにですね、トイレで泣いていて、こう目がこう泣き晴らしたように腫れていたりとか、体がですね、なんかこう鉛が入ったように重たい感じっていうのをお伝えになるんですけど、外から見るとこう幽霊が歩いてるみたいに、こう背筋が少し曲がって、こうそーっとふわーっと歩いてるような、体に力が入ってないような感じですね。でこういう見た感じで、この人うつが始まってるなとかっていうのがもし分かるのであればですね、もうそこはぜひですね、ちゃんと食べれてるかとか、ちゃんと寝れてるかっていう質問をしていただいて、何か、介入を始めるかどうかというところを考えていただきたいと思います。でこの状態で、本人としては必死で持ち込む答えてはいるんだけれども、どっかの状態で、ドシンとくるポイントがあります。それを私は重症化というふうに呼んでるんですけども、重症化すると、先ほどに示したような、もう頭の中がいっぱいいっぱいですと、こうしなきゃいけないとか、こうあるべきだとか思うんだけど、全然体が動きませんと。でいう時に、これ私の推測ですけれども、危険度が増したことをですね、外側手綱核が感知して、さらにそのノルアドレナリンとかそのセレドニンとかの量を絞っていくっていうことが、この重症化っていうところで起きるんではないかと。でこの重症化っていうのが起きると、ベッドから起き上がるのも辛い、その食べるのも
めんどくさい、お風呂に入るのも嫌だ、ほとんどベッドから、出れない状態になってしまうっていうのが、この、重症化っていうところだと思っています。なので、その次は、病院に通って、お医者さんから薬を処方してもらって、合った薬が見つかれば、寛解っていう風に進んでいき、やがて回復に進んでいくっていうプロセスをたどっていくと思います。はい、で今回は、ここまでということで、次回は、ここまで、の内容が、正しいとしてですね、うつを緩和するのに、どんなことができるかっていうところをお伝えしていきたいと思います。以上になります。